見に来てくれてありがとう。今日はみんなが誤解してそうな雑学を紹介するよ。あなたはいくつ知ってる？コメントで教えてね。1、マリー・アントワネットはパンがなければお菓子を食べればいいと言った。これ、有名なセリフだけど、実はマリー・アントワネットが言ったわけじゃないんだよね。フランス革命の時に広められたデマらしいよ。しかもこの言葉、彼女が生まれる前にルソーの本に書かれてたんだって。パンもお菓子もなかったら、私は絶対焼肉を選ぶけどね。2、わさびの辛さは舌で感じる。わさびを食べると舌が辛いって感じるけど、実はそれって鼻が反応してるんだよ。辛味成分が揮発性だから、鼻の奥にツンと届く仕組み。舌よりも鼻がダイレクトに辛さを感じてるってわけ。鼻に辛みのパンチを食らわせる食べ物ってわさび。なんか尖りすぎじゃない？ 3、満月は丸い。今日は満月だねって言われるけど、本当に完全な満月って実は珍しいんだよね。ほとんどの満月は地球の影がちょっとかかってて、見た目は丸くてもほぼ満月なんだってさ。ほぼ満月とか言われると、私の人生もほぼ完璧って言い張りたくなるよね。4、イルカは魚類。見た目が完全に魚っぽいからイルカって魚でしょって思うけど、実は哺乳類なんだよ。肺で呼吸して、子供にはちゃんとお母さんがミルクをあげて育てるの。魚顔したまま。かっこいいよね、イルカ。自己紹介するとき毎回実は哺乳類ですって言ってそうだよね。5、蜂は1回刺したら死ぬ。よく蜂は刺した後に死ぬって言うけど、死ぬのはミツバチだけ。他の蜂は何度でも刺してくるんだよね。ミツバチが死んじゃうのは刺した時に針が引っかかって内臓が一緒に抜けちゃうからなの。スズメバチとかは平気でリピート攻撃してくるよ。ミツバチ、命がけで刺すってちょっと真剣すぎるよね。もっと気楽に生きてほしい。6、フグの卵巣は食べられない。フグの卵巣って猛毒だから普通は絶対に食べちゃダメなんだけど、石川県とかでは毒を抜く特殊な処理をして実は食べられるようにしてるんだよね。ただし調理師のプロ中のプロじゃないと無理だから、素人は絶対真似しちゃダメだよ。フグの卵巣が食べられるなんて、フグ本人もそこ食べるのって驚いてるかもね。7、ゴリラの鳴き声はウホウホ。ゴリラといえばウホウホって鳴き声のイメージだけど、実際はウホウホ以外にももっといろんな声を出して仲間と会話してるんだよ。低い声だけじゃなくて高い声や特殊な音も出してちゃんと言葉みたいに使ってるんだって。映画みたいにウホだけで会話してる世界、意外と平和そうで羨ましい。8、カメレオンは身を守るために色を変える。カメレオンが色を変えるのは隠れるためだけじゃないんだよ。仲間へのアピールとか暑い時に体温調節するためにも色を変えるの。気分で変わることもあるから、ある意味おしゃれ心が強いのかも。今日はブルーの気分とか言いながら色変えてたら、カメレオンが一番のおしゃれ番長だね。9、人参は昔からオレンジ色。今ではオレンジ色が当たり前だけど、昔の人参は紫や黄色が主流だったんだよね。オレンジ色になったのは16世紀のオランダで王室のカラーに合わせて品種改良されたのがきっかけだってさ。人参の色が流行で決まったって、まるで髪の毛のカラーリングみたいだね。10、セミの幼虫は土の中で眠っているだけ。セミは土の中でずっと寝てるだけって思われがちだけど、実は根っこから樹液を吸ってちゃんと活動してるんだよね。何年もかけて栄養を吸って地上に出るタイミングを待ってるの。セミの幼虫、地中でマイペースに生きてる感じめっちゃ羨ましい。11、バナナは木になる植物。バナナって立派な木に見えるけど、実は木じゃなくて草なんだよ。幹みたいに見える部分はあれ全部葉っぱが重なってるだけなの。だからバナナは草の仲間っていうちょっと地味な正体なんだよね。木じゃないバナナがあんなに堂々と立ってるって草界のリーダー感すごいよね。12、ピラミッドは奴隷が作った。ピラミッドって奴隷が汗水流して作ったってイメージが強いけど、実は熟練した職人や労働者が作ってたんだよね。しかも賃金も出て食事や医療のサポートもあったっていう記録が残ってるの。意外とホワイト企業だったのかも。ピラミッド建設がホワイトだったなんて、私もその時代に転職したかった。13、砂漠では雨が降らない。砂漠ってカラッカラなイメージだけど、年に数回は雨が降るんだよね。それでもその雨を植物や動物がしっかり利用して生きてるのがすごい。少ない水でも OK っていうエコな生き方してる感じだよね。14、天使の輪は健康な髪だけにできる。天使の輪って髪が健康だからできると思われがちだけど、実は髪がストレートでツヤがあればできるの。だからパーマでも傷んでてもツヤ感さえ戻せば天使の輪は作れるってわけ。私の天使の輪も健康じゃなくて努力のツヤだったのか。15、フクロウは夜行性。フクロウって夜行性のイメージが強いけど、実は昼間に活動する種類もいるんだよ。例えばコミミズクとかは中高生。意外と夜に眠ってるフクロウもいるのかもね。中高生のフクロウって夜行性に寝坊して昼に活動してるだけじゃないよね。16、
ショウジョウバエは腐ったものしか食べない。ショウジョウバエって腐った果物が好きだと思われてるけど、実際は甘い熟した果実を好むんだよね。腐ったものはそこに卵を産んで幼虫が育つために使うだけなの。ショウジョウバエって意外とグルメだったんだね。なんか負けた気がする。17、電球はエジソンが開発した。エジソンが電球を発明したって習ったけど、実際は違うんだよね。電球の基本技術はエジソンより前に作られてたの。エジソンは長時間使える電球を改良して普及させた功績が大きいってわけ。エジソン PR の天才だったんだね。私も宣伝上手になりたい。18、クジラは魚類、クジラは魚って思ってる人もいるけど、実はイルカと同じ哺乳類なんだよ。肺で呼吸して赤ちゃんに母乳をあげて育てるの。見た目は魚でもやることは結構人間より。クジラもイルカも魚がおぎすぎない？実は哺乳類ですって毎回言うの大変そう。19、サボテンには葉っぱがない。サボテンには葉っぱがないと思いきや、実はトゲが葉っぱの正体なんだよ。葉っぱをトゲに進化させて水分を守ってるなんて、砂漠の生き方が超サバイバルすぎるよね。トゲを飛ばすデジモンいたけど、じゃああれも葉っぱカッターみたいなもんだね。20、蝶の羽の色はただの色素。蝶の羽が綺麗な色なのは色素のせいだと思ってたけど、実は羽の構造が光を反射して色が見える仕組みなんだって。だから見る角度で色が変わることもあるんだよね。蝶の羽が光のマジックだったなんてちょっとファンタジーすぎない？ 21、イカとタコはどちらも無脊椎動物だから近い仲間。イカとタコって似た感じの海の生き物だけど、実は意外と仲間じゃないんだよ。分類学的には同じ軟体動物だけど、進化の過程で結構違うルートをたどってるから、いとこくらいの遠い関係って感じかな。イカとタコが親戚だと思ってたけど、なんか親戚でもたまに会うおじちゃんくらいなもんだね。22、鳥は匂いを感じない。鳥は匂いなんて感じないって言われるけど、実は優れた嗅覚を持つ種類もいるんだよ。例えばハトやカラスは食べ物や素材を匂いで探したりするの。意外と鼻が利くんだね。鳥が匂いで選んだ素材ってその巣の判断基準が気になるな。スパイシーな巣とかもあるのかな。23、怠け者はほぼずっと寝ている。怠け者って寝てばかりのイメージだけど、実は1日の睡眠時間は10時間くらい。これって人間とそんなに変わらないんだよ。残りの時間はゆっくり動いて葉っぱを食べたりしてるの。怠け者の動き、私の休日とほぼ一緒なんだけど。24、うなぎの生態は完全に解明されている。うなぎってスーパーで普通に売ってるけど、生態はまだ謎が多いんだよ。産卵場所がマリアナ海溝の近くだって分かってきたけど、どうやってそこまで行くのかとか詳しいことは未解明。うなぎミステリアスすぎ。ちなみに私のフルネームは泉ミステリアス雫のみことだよ。嘘だけど。25、サンゴは植物。サンゴって海の中の植物だと思われがちだけど、実は動物なんだよね。ポリプっていう小さい生物が集まってできてて、餌を捕まえて食べてるの。植物みたいな見た目で騙された。サンゴが動物って見た目で判断したらダメって人生の教訓みたい。26、キリンの首はとても柔軟に曲がる。キリンって首が長いからビーンと自由に曲がりそうだけど、実は人間と同じで7つの骨しかないの。だから首の動きは意外と制限があって曲がりすぎることはないんだよね。キリンの首見た目はしなやかそうなのに思ったよりカチコチじゃん。27、ナポレオンは低身長だった。ナポレオンって背が低いイメージがあるけど、実は当時のフランス人男性の平均身長 165cm より少し高い約 170cm だったんだよ。低身長イメージが広まったのは敵国イギリスのプロパガンダやフランスとイギリスで使われてた身長の単位の違いが原因らしいよ。ナポレオン低身長キャラ扱いされたまま後世に語り継がれるなんてなんかかわいそう。28、飛行機のジェットエンジンは空気を燃料として燃やす。ジェットエンジンって空気を燃やしてるわけじゃないんだよね。実際は空気を圧縮してその中で燃料を燃やして動力を生み出してるの。空気は燃やされる側じゃなくて助ける側だったってわけ。空気が助燃弾優勝だったなんて主役は燃料だったんだね。29、太陽は燃えている火の玉。太陽って燃えてる火の玉だと思われがちだけど、実際は核融合反応でエネルギーを出してるんだよね。水素がヘリウムに変わる時にエネルギーを放出してるってちょっと難しいけどすごい。核融合で光る太陽なんかエコな光って感じがするよね。30、ペンギンは氷の上で滑って移動するのが得意。ペンギンが氷の上をツルツル滑ってるイメージあるけど、実はそれってそんなに得意じゃないんだよね。氷の上よりも雪の中を腹ばいで滑る方が得意で、そっちの方が早く進めるんだって。ペンギン氷の上で滑ってる姿がかっこいいけど、実は雪派だったとは。そういえばやっぱり北極にはいなかったよ。詳しくはこちらをチェックしてね。ご視聴ありがとうございました。みんなはいくつ知っていたかな？
コメントで教えてね。他にも知りたいテーマもコメントしてね。よかったら、チャンネル登録と高評価もお願いします。